こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、レクサスから発売が開始された、レクサス初のピュア EV である RG、その中でも500台限定となるファーストエディションの内外装紹介を通常モデルとの違いを交えながら紹介していきます。非常に魅力的な車両となっていましたので、購入検討の参考になれば幸いです。それではご覧ください。まずはグレード構成になります。現在 RG に設定されているグレードはバージョン L のみとなっています。そのため2つのモーターを前後に配置した4駆の仕様や EV にとって重要なバッテリー容量などに関しては統一されたものとなっています。またベースグレードが存在しない構成となっているため装備などは充実していますが、結果として車両本体価格は880万円とかなり高額になっています。おそらく半導体不足などが解消されれば、装備を厳選したベースグレードの設定なども行われるかと思いますので、そちらを待つという選択肢もありかと思います。ファーストエディションに関しては、このバージョン L をベースに特別装備などが追加されたものとなっており、車両本体価格が940万円とより高額になっており、後ほど紹介する専用装備などを鑑み、その値段にふさわしいかどうかを判断いただければと思います。続いてパワートレインについてです。パワートレインに関しては、フロントに 150kW のモーター、リアに 80kW のモーターを搭載した4駆モデルとなっています。このモーター自体は強打値といって差し支えのないトヨタ自動車の BG4X に搭載されているモーターユニットと同一ですが、異なる点は BG4X はフロント、リアともに 80kW の4駆となっていました。そのため BG4X よりもより強力なパワートレインとなっており、実験最高出力は 230kW、約310馬力となっており、合計のトルクは 435N とかなり強力なものとなります。私の愛車の GR2 プラが3リッターターボエンジンで 500N なので、ピュアスポーツカー並みのパフォーマンスであると言えます。また、この強力なモーターの特性を生かしたダイレクト4と呼ばれるシステムの採用が、今回の RG の最大の特徴として挙げられます。こちらは前輪と後輪トルク配分を0から100までシームレスで切り替えるシステムであり、これを実施することで、走り時の車両のぐらつきの軽減や、安定したコーナリング動力などに供与できるそうです。強力なモーターによる滑らかな加速と、安定した車両の軌道が合わさり、レクサスらしいすっきりとした乗り味が表現されているそうです。注意点としては、このすっきりとした乗り味に大きく寄与するであろう、ハンドルの動きを電気信号で伝えることで、必要な路面情報のみをドライバーに伝達するステアバイヤーシステムは、初期モデルには採用されていない点があり、RG の本領はまだ発揮できる状況ではないかもしれません。バッテリー容量は 71.4kWh となっており、BZ4X と変わらず、より強力なモーターを搭載しているため、航続可能距離は約 494km となっています。こちら7が削ると約 345km となり、この辺りが実用の走行距離かと思います。この距離は名古屋駅から横浜駅までギリギリ到達できないくらいの距離感であり、相当頻繁に走行することもないかと思いますので、不便に感じる方は少ないかと思います。また、航続可能距離を最大化するレンジモードも採用されていたり、10年20万キロまでの間のバッテリー無償交換サービスや、レクサスディーラーの急速充電器設置などを行うレクサスエレクトロファイルプログラムの開始など、サービス面での EV ライフのサポートを充実している点が、レクサスブランドらしい点かと思います。続いて内外装飾。まずは外反色についてです。通常モデルの外反色はご覧の全9パターンの設定があります。グレードがバージョン L 一択であるために F スポーツ専用色が設定できないなど選択肢が限られている点が残念なところですが、ソニックカッパーやイーサーメタリックといった EV らしい先進感を感じさせる外反色が設定されている点が特徴です。ファーストエディションに関してはソニックコーツ、ブラック、イーサーメタリック、ソニックカッパーの4色に加えて、イーサーメタリックとルーフ周辺ブラックのツートン、ソニックカッパーとルーフ周辺ブラックのツートンが専用色として選択可能となっており、通常仕様とツートンの仕様が異なるため注意です。内装色に関しては、ご覧の3パターンが設定されており、こちらも F スポーツの設定がないため、ホワイトやレッドナイスの設定はありません。また、素材に関しては全てウルトラスエルとなっており、本ガスオイルの設定はオプションでも設定されていないため、気になる方は手触りなど
実際に体感してみることをお勧めします。ファースト S に関しては、この後紹介いたしますが、ボラージュの内装色をベースに、アームレスト周辺などがブラックとなっているボラージュブラック内装が専用色と設定されており、選択肢としてはそちら一択となっているため、外反色との組み合わせなど注意です。今回紹介する展示車の仕様は、グレードがバージョン L、前後にモーターを配置した EV であり、駆動方式は4駆、外反色がイーサーメタリック、内装色がボラージュブラックの組み合わせとなっています。外観紹介、まずはフロントフェイスからです。この RG は EV であるため、冷却性能がエンジン車ほど必要なく、レクサスの象徴であるスピンドルグリルのような大開口は必要ありません。結果としてグリルは開口幅が最小限となり、ほとんどがボディカラーで塗装されています。そのため、この車両には新たなデザインコンセプトであるスピンドルボディが採用されています。これはスピンドルの形状をボディ全体まで拡張させたデザインコンセプトであり、フロントフェイスで形成されたスピンドル形状のラインがボディサイドにまで拡張され、スピンドル形状を起点にボディが形作られていることがわかります。また、ライト側がブラックアウトされていることで、カラーが反転したスピンドルが形成されており、アロー型のデータライトも相まって、レクサス車であることも主張できており、すでにレクサスの EV 版のデザインが確立されている印象です。ライトカーブのこの糸巻き形状の名残部分と、ブラック部分との隙間は開口しておらず、デザイン要素となっています。この辺りにレクサスのこだわりを感じられます。室内照明では分かりづらいですが、レクサスエンブレムが発光する装備が与えられており、夜間などの存在感の主張と所有満足感が得られそうです。ただ、その上のカメラユニット部分が少し目立っていて残念ですので、私の場合、通常のバイトーンもしくはブラックのボディカラーを選択し、目立てなくするかもしれません。ライトユニットのデザインはこのようになっており、おなじみのアロー型のデータライトが上部に配置されたものとなっています。従来のレクサス車と異なる点は2つあり、1つ目はウインカーの発光パターンであり、画像のように3つのウインカーライトで構成されています。従来のレクサス車のようなライン形状で発光しないことが特徴です。また、NX で採用されているような三眼のライトユニットではなく、単眼のライトユニットであることも従来と異なります。単眼状態であっても、対向車などを検知し、暴減することで、ハイビームをより積極的に活用するアダプティブハイビーム機能は搭載されていますが、個人的にはレクサスのおなじみの三眼 LED ライトがデザイン的には好みですね。改めてフロントフェイス周りですが、NX から採用が始まった切り立ったスピンドル形状がカラーされることで、ボンネット内に入っているラインのシャープさが際立ち、どちらかというと EV がコアスとなっているレクサスですが、EV らしい先進感とレクサスブランドデザインの両立を果たしたデザインがすなりかっこいいと思いました。サイドに回り込んできました。RG のボディサイズは全長 4805mm、全幅 1895mm、全高 1635mm、ホイールベースが 2850mm となっています。このサイズは BG4X と比較すると、全長プラス 115mm、全幅プラス 35mm、全高マイナス 15mm となっており、よりロー&ワイドな SUV となっており、NX と RX の中間に位置するサイズ感となっています。全長が長くなっているのに対し、ホイールベースは BG4X から変わっていませんが、後ほど紹介しますが、もともとこのセグメントの中では、ホイールベースがかなり大きく取られていますので、室内の快適性としては損なわれていませんでした。サイドのデザインに関しては、フロントフェイスの紹介の際に触れたスピンドルボディのコンセプトにのっとったラインが入っており、サイドから見ると、フロントのスピンドル形状から伸びたラインが連続してつながっており、サイドのデザインを形成していることがよくわかります。また、ボディ交代のルーフの傾斜がかなりきつく設けられており、この設計着は空空ライクな SUV である UX 以上であると思われます。結果として斜め後ろから見た際のスポーティー感はかなりのものであり、C ピラ部分がブラックアウトされ、ルーフがフローティングしているように錯覚させることで、目線が下に落ち、ボディの余興と相まって SUV らしからぬスポーティー感が演出されています。ボディサイドには EV のため充電ポートが設けられており、90kW の充電設備を使用した場合、約40分で 80% 充電まで完了できる性能を備えています。ホイールデザインはこのようになっており、こちらはファーストエディション専用のブラックフォイルとなっており、サイズはフロントが 23550R20 インチ、リアが 25545R20 インチとなっており、20インチという台形サイズに加え、前後で異なるタイヤサイズとなっている点が走りへのこだわりを感じます。
通常仕様ではこれらのホイールが用意されており、標準装備ではこちらのホイールが装備され、オプションで18インチホイール、もしくは色違いの20インチホイールが選択可能となっています。また、RG には周波数感応式のショックダーブトーバーが採用されていることが、足回り装備での BG4X の大きな違いとなります。こちらは路面入力の振動周波数に応じてサスペンションの原子力を変えるものであり、一発入力での大きな段差乗り換えやオートストロメなど異なる路面状況に適切な減衰を車両が選択することで乗り心地と操縦安定性の両立を図るものだそうです。この装備とダイレクト4からこの RT に対するレクサスの走りのこだわりの高さを感じます。リアに回り込んできました。リアデザインで印象的なのがサイドからリアのダクテール形状への後端にかけての絞り込みとなります。斜めから見るとよくわかりますが、C ピラー付近からのサイドのラインが中央に向けて絞り込まれていることがよくわかります。この空力回設計からもサイドを沿った空気の流れがリアのダクテールと導かれていることがよくわかり、相当空力をしたデザインであることがよくわかり、それが結果的に機能美となり、かっこよさにつながっていると思います。テールライトのデザインは NX のようなエッジの組み合わせのものとはまた異なり、レクサスのロゴが埋め込まれた一文字のシャープなデザインとなり、薄型も相まって非常に先進的なデザインとなっています。EV であるため、バフロアはなく、リアの下部は非常にシンプルなデザインとなっています。この辺りもピアノブラックのパーツが採用されていることから、都会派の SUV であることがよくわかります。ルーフには BG4X と似た形状の2分割されたルーフスプレーが装着されています。こちらも画像の通り、空力的に大きな意味を持ったパーツであり、ボディサイドからの風の流れを整流する役割を持った機能部品となっています。続いて内装紹介。まずはトランク容量からになります。トランク容量はご覧の通り非常に広大になっており、BG4X よりも全長が伸びている点が生かされているように思います。サイドのえぐりも大きく取られていることで非常に使い勝手が良さそうです。トランクの間口にも金属の可触が施されていることで質感が担保されており、フラットな間口となっていることで荷物の出し入れも行いやすそうです。床下シールドもそれなりに容量確保されていますが、こちらには基本的に充電ケーブルを格納することになるほどです。また、左サイドには AC100V の外部給電用ポートが用意されており、1500W などの外部給電を行うことが可能となっている点が災害時などに非常に心強いです。鉱石を倒すことでご覧の通りほぼフラットに荷室を拡大することも可能ですので、実生活において不満に思うことはないかと思います。ただ、1点残念な点が鉱石シートレイアウトが6タイヤの分割可動であるため、4輪乗車時の長尺物の運搬が苦手な点ですね。4駆性能を売りにしているので、そのあたりの使い勝手にも配慮いただきたかったです。続いて運転席周りになります。運転席のドアの内張りはこのようになっており、ほぼ大部分をスウェード素材で覆われた比較的シンプルなデザインとなっていますが、アームレストには革素材が使用されていたり、ウィンドウスイッチ周りにメッキ箇所が施されていたりと高い質感が担保されています。また、この車両にはその他のレクサスたち同様、スイッチ式の開閉システムである E ラッチが採用されており、スムーズなドアの開閉と予防安全装備と連動した安全システムを備えた装備となっています。加えて、シンプルな面に銀色を用いたイルミネーションを投影するシステムが装備されており、それの質感と光の演出によって質感がより高められています。乗り込む際は開口幅が十分取られていることで頭をかがめたりする必要はありませんでしたが、バッテリーを生かしに収納している都合なのか少し床が高い印象であり、足の運びとしては大きめの印象です。ハンドルはこのようになっており、左側にはオーディオ操作系、右側に運転支援機の操作パネルの埋め込まれたものとなっており、ヘッドアップディスプレイと連動したタッチトレーサーシステムによって目線を切らずに各種情報へとアクセス可能なものとなっています。また、ファーストイニシャルモデルであることを主張するロゴが配されている点が特徴となっており、ステアリングヒーターなども標準装備となっています。メーターデザインはこのようになっており、中央がフル液晶となっている TFT デジタルメーターとなっています。視認性は非常にいいのですが、情報表示欄に関しては最新の搭載車に採用されている
フルオプションメーターにも劣ってしまっている印象ですので、少し残念です。ただ、この情報表示量の少なさを補うカラーのヘッドラップディスプレイなどが標準装備となっていますので、そこまで不満に感じることはないかもしれません。安全装備に関しては、右左折時の車両なども検知するプリクラスセーフティや、渋滞時の運転支援を実施する最新世代のレクサスセーフティシステムが搭載されており、非常に安心感があるとともに、車両周囲の情報を表示するパノラミックビューモニターや、車両が駐車を実施するアドバンスパワー機能も表示装備となっていることで、誰でも不満なく運転できる環境が整えられている印象です。ただ、アドバンスパークのリモート駐車機能は、バージョン L にはオプションであり、パーションデジタルには表示装備である点が注意です。運転視界はこのようになっており、スポーティーなシルエットではありますが、ドアミラー付近の視界が確保されていたり、大型ではありますが、ナビの両線が視界と被らないよう配慮されていたり、斜め後ろの視界も悪くないことから考えても、先ほどの運転支援経路と合わせ、運転が苦手な人でも問題なく乗り換えらせることと思います。ナビ画面はこのようになっており、14インチの大型ナビが表示装備となっています。画面の操作性もサクサクと一致の仕様で、ドライバーに向けてオフセットされていることで、包まれ感と視線移動少なく情報を得ることができるので、運転に集中しやすい環境が整えられている印象です。その下には、エアコン関連やシートヒーター、シートベンチレーションの機能などがナビ画面上に集約されていることで、一部を除き、ほとんどの物理ボタンが廃止となっています。物理ボタンがなくなることで、直感的な操作ができなくなる点は少し心配なところであり、何か必要な要素かと思います。加えて、ドライブモード選択ボタンもナビ画面内に集約されていることで、こちらを操作することでドライブモードは切り替えられ、メーター表示もこのように変化します。一手間増えてしまうことは残念ですが、物理ボタンの場合、ソフトウェアアートベータの適用範囲が絞られてしまう懸念があるため、致し方ないかなと思います。その下には、USB ポートやパノラミックビューモニターのボタンや、アドバンスパークのボタンが配置されています。そしてその奥には置くだけ充電スペースが設けられており、こちらは通常仕様ではオプションであり、ファーストエディションでは表示装備となっている点が注意です。センターアームレストはツヤタンフィルで覆われていることで、さらっとした食感となっており、スウェル袖とマッチした触り心地で内装の世界観が統一されています。シフトはレクサスとしては初採用のダイヤル式シフトとなっており、コンパクトな設計となっていることで、シンプルな内装に溶け込んでいます。BG ポキと同様の装備となりますが、シルバー褐色が追加されていたりと、レクサスクオリティによって差別化がなされています。その横には縦置きのドリンクホルダーがあり、その後ろにはファーストデジタルでことを示すオーナメントがあります。アームレストはレクサスおなじみの運転席、助手席、どちらからでも開閉できる仕様のものが採用されており、深さも十分なものとなっていました。内装でのその他の注意点としては、グローボックスがない点です。これはより効率よく室内を温め、EV の航続距離に影響する暖房の採用を仕掛けるための装備である輻射ヒーターが採用されているためであり、こちらはレスオプションにすることもできませんので、車検用などの収納には少し工夫が必要かもしれません。シートの形状はこのようになっており、全体がスウェード素材に覆われたサラサラした食感が気持ちのいいシートとなっています。スポーツ仕様は存在しないため、スポーツシートの設定はありませんが、サイドの張り出しが大きな立体感のあるシートとなっており、スウェード素材であることも相まって、ドライバーの体の動きを支えるシートとなっているといいます。快適装備としては、シートヒーター、シートベンチレーションともに装備となっており、好きな質感となっています。続いて、後席についてです。後席ドア内割りはこのようになっており、こちらも運転席同様、スウェード素材がふんだんに使用されている点や、本革素材の使用や、E ラッチの採用が行われていることで、全席同様の質感が担保されていました。乗り込みに関しては、ルーフが非常に傾斜しているデザインではありましたが、後席の自動スペースは担保されています。ただ、前席同様、床は少し高い印象でしたので、足は少し乗り上げる形になりました。足元スペースとしては、身長170センチのドライビングポジションに合わせた状態で、足を組むことができるほど広大であり、全長に対するホイールベースの長さが生きており、非常に印象的でした。センタートンネルがなく、ほぼフラットである点も、この開放感に寄与しており、これであれば5人乗車の状態であっても、少し足をかがめる状態になるだけですので、長距離ドライブも問題ないかと思います。
センタートンネル上部にはエアコン吹き出し口と後席シートヒーターボタンが集約されていたりと、後的快適装備もかなり充実している印象です。センターアームレストに関してはドリンクホルダーが備え付けられたオーソドックスなものとなっています。後席には若干のリクライニング角度をつけることができ、ご覧の角度差をつけることができます。ただ差としてはわずかであり、そこまで日数よりも拡大されないかと思いますので、基本はリクライニング角度大きめで問題ないかと思います。シート形状はこのようになっており、素材は全席同様スエー素手で覆われており、非常に高い質感が担保されています。また、ご覧の通り、後席としては珍しく、かなり深めの立体構造になっており、後席においても乗員を包み込むシート形状となっています。このシート形状であれば、長距離ドライブであっても、疲労なく対応できることが想像できるシート形状となっている点が印象的でした。その他、快適装備としては、ファーストエディションには、こちらのパノラマブーファ表示装備となっています。バージョン L にはオプションとなっている点が注意であり、後席の快適性に大きく寄与する装備かと思いますので、なるべく選択したいところです。また、このパノラマブーフにもバリエーションがあり、調光機能のありなし仕様が存在します。ファーストエディションには調光なし仕様が標準装備となっています。調光なし仕様でも UV カット機能が付与されていることで、快適性においては問題ないかと思いますが、開閉機能がなく、調光機能がないと頭上から丸見え状態になるため、プライバシーなどの観点から調光あれが必須な方もおられるかと思いますので、注意です。改めて内装の前景です。レクサスの新世代の内装コンセプトである手綱コンセプトにのっとったドライバーオリエンテッドなコックピットになっていることがよくわかります。結果としてかなり物理ボタンが絞られているため、直感的な操作のためには音声認識機能などの充実などがより必須になってくるかなと思います。まとめです。外観に関しては EV 専用となることで、グリルレスのデザインとなるフロントフェイスをスピンドルボディというデザイン言語で発展し、レクサスラレンジデザインを残しつつ、EV で求められる機能要件の両立されている点が秀逸であり、個人的には現行のレクサス社の中では1、2を争うぐらい好みのデザインとなっています。内装に関しては、スウェード素材がふんだんに使用されていることで、食感も含めた質感が担保されており、加えてイルミネーションを用いた光の演出も加えられたことで、兄弟車である BD4X の差別化がうまくなされているように思います。また、サザナーコンセプトにのっとった運転に集中できる内装の雰囲気は、個人的にはかなりしっくりきましたので、今後のレクサスの内装デザインが非常に楽しみです。運転性能に関しては、BD4X の市場においても、家族間や性質において不満はありませんでしたので、それ以上のスペックを有する RG であれば、普段使いにおいて不満が出ることはそうそうなく、必要十分以上のレスポンスをしてくれることと思います。懸念点としては、ステアバイワイヤーが現時点では不採用であり、RG4 なる性能が発揮できないのだという点と、EV としての使い勝手の点です。後者に関しては、レクサスらしい、おもてなしのサービスが展開されそうですので、そちらのサービスに期待したいと思います。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも、新型車の情報や、愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。